Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。僕のねこのチャンネルモノグラフを、ずっと見てくれてる方はね、日に日にねうちのこの背景ですね、この動画の背景がどんどんね賑やかになってるのをね、ご存知だと思います。こちらの、新しいねこの家に引っ越してきて、大体半年ぐらいかな、そろそろ経つんですけど、最初はねもう何もなかったんですよ。殺風景の部屋だったんですけども、最近おうち時間でね家にいる時間も長くなってきたっていうことで、観葉植物をね、ちょっとずつ増やし始めて、気づいたらですね今こんな感じになってます。よくねコメントでどんどん植物増えてますねとか、植物園みたいになってきましたねっていうね話をされるんですけれども、本当にですねもう分かりやすくハマってしまって、植物をねどんどん今、揃え始めています。で、今日はですね、せっかくなので、僕がここまで集めたね、植物についてお話をさせてもらおうと思います。僕もですね、そんなに最初から植物詳しいわけじゃなかったので、結構ですね僕が飼っている植物ってどれも育てやすいものなんですね。結構育てやすいものなんですね。家の中でも育てやすくて、水やりとかもねそんなに難しくないみたいなものが多いので、今日はですねそれ一つ一つちょっとご紹介をして、皆さんにですね観葉植物もこんなものがあるんだとか、こうやって育てるんだっていうねお話をさせていただこうかなと思います。本当に安いものだと、500円とかそれぐらいからね揃えられるものもありますし、逆にねこんだけでかくても意外と安いんだみたいなものもあるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今回はね、全部で7つかな、7種類の植物をご紹介させていただくんですけれども、できるだけ簡単なもの、ちっちゃくて安いものから、徐々にね大きいものっていう形でご紹介をしていこうと思います。はい、それでは行ってみましょう。まず1つ目ですね、一番最初におすすめしたい、観葉植物ですね、こちらですね、ガジュマルになります。これはねすごく有名ですし、聞いたことあるっていう人もね多いと思います。本当に100円ショップとかでも売ってるぐらい、メジャーなね観葉植物なんですけど、非常に丈夫なんですよね。枯れにくくて育ちやすいっていうので、これからね観葉植物始めますっていう方にはすごくねおすすめできる、植物だと思います。かつねすごく可愛いんですよね。この、根っこのところですね、この根っこのところがちょっとぷっくりしていて可愛らしいっていうところと、あとね葉っぱがね、こんな感じで、ちっちゃい葉っぱがたくさん出てくるんですね。なので成長も分かりやすいっていうことで、非常にね最初の1つ目としてはおすすめしたいなと思ってます。本当にこのどんどんね葉先がすくすくと伸びていくので、毎日ね成長が実感できますし、日光もですね、そこまで、多くはいらないんですね。直射日光とかむしろ当てちゃうと葉が焼けちゃったりするので、窓辺のねちょっと明るいぐらい、日陰のところに、置いておくとよく育つっていうものですね。でかつ、水やりもねそんなに頻繁にはいらなくて、2、3日に1回とか、しっかりね水をあげればすくすくとね育っていきますし、肥料とかもね必要ないので本当に簡単に育てられるものですね。場所もそんなに取らずに、この植木鉢一つあれば、これでね育て始められるので、本当に最初の相棒としては一番ね選びやすいものかなと思います。それでいてね、非常に寿命も長いというか、沖縄だと長寿のね証みたいなね、言われてる植物だったりもするので、ちゃんと育てれば100年とかね、これ育つらしいんですね。なので長く付き合えるっていう意味でもですね、ちっちゃいところから育てる、喜びもあってっていうことでね、僕もねこれ本当に毎日水をあげるたびにですね可愛いなと思ってる植物です。続いてうちにあってね育てやすい植物の2つ目ですね、こちらツデーっていうねシダ科の植物になってます。これね本当に育てやすいです。日光があんまりいらなくて、すごい日陰でも育つんですよね。かなり丈夫なので、本当に水だけね定期的にあげてれば勝手にすくすく伸びてっていう感じで、最初はこれ昔の、動画とか見てもらえば分かると思うんですけど、これの半分ぐらいしかね大きさなかったんですよね。ちょうどこのボールにね収まるぐらいの大きさだったんですけど、この 2,3 ヶ月で一気にぐわっと伸びてですね、今こうやって
どんどん垂れてきてるような状態ですね。結構これ下の方に伸びやすい性質があるので、こうやってハンギングでね、吊らしてあげてで育てるみたいなのがね結構やりやすかったりします。ちょっと伸びてきたのでそろそろ剪定をねしていかなきゃいけないなと思ってるんですけれども、かなりね育てやすい植物の一つだと言えると思います。結構ねこのくしゃくしゃっとしたね葉っぱが可愛いんですよね。この縮れた感じので、このね葉の葉脈というか模様もね可愛くてっていうところで、これもねインテリアとしてすごく映えますし存在感もあるのでおすすめできるアイテムですね。僕は確かね楽天ですね、楽天で元のこの株を1500円か2000円ぐらいですかねで買いまして、でそれを育ててるっていうものになってます。結構ね他の植物に比べてですね水をたくさんよく吸うので水やりだけねこまめにしてあげるようにしてください。でもねそこまで神経質にしなくてもですね結構勝手にね伸びる丈夫な植物なので、これも取り入れやすいと思います。2つ目はねツレイですね。続いて3つ目ですね、こちらになるんですけれども、フィカスリラータっていうね名前のゴムノキの一種ですね。ゴムノキってこれからね植物新しく観葉植物始めますっていう方にはねすごくおすすめできるね、木でとにかく丈夫なんですよね。日陰でもね、育ちますし、かつねこう水切れにもね強くて、そんなにこう水をねあげなくても大丈夫っていうものですごくね育てやすい植物になってます。でその中の、フィカスっていうね植物の中のリラータっていうね、こちら品種になってまして、結構の葉がね肉厚なんですよ。大きくて肉厚なのでかなりね存在感があります。これ1本ですねデスクの上とか棚のね上に飾ってあげるだけで一気にねこう部屋の中に緑がね入ったなっていう感覚をね持てる植物だったりするので、僕はね結構これ気に入ってます。このね1本ひょろっと伸びて、でここでくるっとね枝が曲がってるんですけど、このねちょっと特殊なね形が個性あるなとか、やっぱりねこのね肉厚な葉が可愛かったりするんですよね。で一応ねこちら葉水って言って、霧吹きで、このね葉っぱに水をあげたりとか、あとはこの葉っぱがねちょっと大きいのでほこりがたまりやすいんですよね。なのでたまにねこのほこりを拭いてあげたりとかっていうね、ちょっとした世話はあるんですけれども、それにしてもですねかなり育ちやすい植物ですね。でこのね中心の部分ですね、葉の中心の部分からどんどん新しい新芽が出てきて上に伸びていくっていうものになっています。これもね育てれば結構大きくなるらしいので、成長もね楽しみにできる植物ですね。フィカスリラータっていうもので、僕は近所の植物屋さん、お花屋さんでこれ買って、確かにこれも2000円ぐらいですね、2000円から3000円の間ぐらいで買ったと思います。で結構ねこの鉢がね僕気に入ってるんですけど、これトーキーさんっていうねおしゃれな鉢屋さんがあって、そこで買ってきたものですね。そこにね入れて今はこのフィカスを育てています。続いて4つ目、多肉植物ですね。こちらハオルチアシンビフォルミスって名前の多肉植物で、この間ね奥多摩のカフェにね行きましたっていう Vlog 撮ったんですけど、そこのねカフェで売っていて買って帰ってきたものです。確かに600円ぐらいで買いました。こちらはですね南アフリカ原産の植物で、岩の合間とか、この谷間にね生える植物なんですね。なので基本的に日光もそんなにね当てなくて大丈夫なんですよ。日陰で育ちやすいので多肉植物の中でもね結構育てやすい植物になっています。かつねこの葉っぱっていうんですかね、この先の部分がね結構こうピッピッとね尖っていて可愛いんですよね。この肉厚のプリッとした感じが可愛くて、連れて帰ってきました。でこの多肉ねどんどんすくすくと、水もねそんなにあげずにね、育っていくんですけれども、これどんどんね育っていくと株分けっていうのができるんですよね。この横にね伸びてる部分を他の新しいね鉢に刺してどんどん増やしていくっていうね楽しみもあったりするので、もうちょっとね大きくなってきたら株を分けてね増やすっていうチャレンジをねちょっとしてみたいなと思います。あとこのハオルチアね育てやすいなと思うのが、この多肉系の植物って、サボテンとかもそうなんですけど、水をね逆にやりすぎてあげすぎて枯らしちゃうみたいなことね、結構あると思うんですね。なんですけどこのハオルチアはですね割と水をあげてもですね、しっかり耐性があるのでそんなに水は必要はないんですけれども、たまにあげすぎてしまっても結構丈夫に育ちます、大丈夫ですよっていうところもあるので、こちらね育てやすい植物だと思います。本当に500円とか600円ぐらいでね、買えるものなので、これもね入門編としてはすごくねおすすめですね。続いてちょっとね大きめな植物にね移るん
んですけれども、こちらはですねドウダンツツジっていうね、木になります。日本でもかなりメジャーな木で、お庭にね植えられたりすることが多いんですけれども、それをね鉢植えを買って育っています。もともとは枝をねずっと生けていたんですよ。今もそうなんですけど、花瓶にですね水を入れて、でその上にこう、ドウダンツツジをね枝を刺してで、それをインテリアにしていたんですけど、切り枝だと1ヶ月に1回とか新しいのにねこう買い替えなきゃいけないんですね。で、そうするとね、ちょっともったいないなというか、せっかくそこまでね毎月買うんだったらもうね鉢から育てちゃおうかなと思って買ったのがねこのドウダンツツジですね。若干ね日当たりは必要とするんですけれども、明るいね窓辺とか、その近くに置いてあげれば結構ねすくすくと育っていくので、最初はねもうちょっと葉も少なかったんですけど、最近ねこの辺がどんどん生い茂ってきて、剪定をねそろそろしようかなと思っているところですね。結構華奢なんですけど、そのね繊細さというかねこのちっちゃいね感じが気に入って、こちらにドウダンツツジを育てています。で春頃になるとね白い花が咲くので、それも綺麗なんですよね。今ねまだ、1メートルちょっとかなぐらいなんですけど、ちゃんとね育ててあげればねこう2メートルとか結構大きくなるらしいので、その成長も楽しみですね。で僕はねこれは確か楽天ですね。これも、楽天で6000円ぐらいかな、6000円ぐらいで、買いました。ドウダンツツジね、枝物が有名なんですけども、これでね鉢で、植えてもね可愛いよっていうことでね、こちらご紹介してみました。続いてこちらはですねもう新入りなんですけれども、エバーフレッシュって名前のねちょっと大きめの木を買いました。これはですね先日友達と一緒にね、立川のラストさんっていうね大きな植物屋さんに行ったんですけど、そこのね植物屋さんがもうすごく良くてですね、店員さんも本当にこう優しくてこう植物をね丁寧に教えてくれますし、品揃えもねすごく良くてかつ安いんですよね。結構ねこの植物エバーフレッシュっていうんですけど、これでっかくてねなかなかいい値段しそうだなと思ったんですけど、1万確か5000円ぐらい、1万5000円ぐらいで買えたんですね。結構背の高いね大きな木もあったんですけど、基本1万円台とかでね、買えるものが多くて、結構都内だとなかなかその値段ないなっていうね値段で売ってるお店だったんですね。でその中でいろいろね友達と一緒に物色をしてる間にですね、これすごくいいなってなったのがこのエバーフレッシュっていうね、木ですね。こちらはですねちょっとこれも日当たりが若干必要ではあるんですけども、室内でね十分育つ、木だったりします。でもともとね原産国の方だとこれすごく背が高い植物で30メートルとかそれぐらいまで伸びるものだそうです。でこれねちょっと面白いのがこの葉っぱがですね今はね、開いてるんですけれども、夜になるとねキュッとね、畳むんですよね。でそれでね葉の水分の蒸発を防いでくれて、でまた日差しがね入ってくるとこちら開いてっていう感じでね、夜になるとね、本当に分かりやすく眠るんですよね。そのね表情がねまたちょっと可愛いなっていうのもあって今ね気に入って育てています。でこちらはね結構水がいります。たくさんね水ごくごく飲むので毎日ぐらいですかね、少なくとも2日に1回とかの頻度ぐらいで水をねたくさんあげちゃって大丈夫な、植物だったりします。でその分ねすくすくと育ってくれるので、これもね成長が楽しみなものですね。ちょうどねこれぐらいの 1.5 メートルぐらいですかねの植物欲しかったので、本当にドンピシャのやつをね、迎え入れることができたなっていう感じですね。こういうね華奢なね感じの植物、本当にふわふわっとね風で揺れるんですよね。こういう優しい感じの植物がね、欲しいよっていう方はエバーフレッシュですね、検討の一つにちょっと考えてみてください。最後にですね、こちら紹介しておしまいにするんですけど、あとねこんな感じで、エアープランツですね、いくつか、僕窓際に置いてね育てています。ちょっとね詳しい植物の名前は分かんないんですけど、近くのねお店で買って、で1つね大体300円ぐらいだったかな、300円ぐらいで買ったものですね。最初はねこれもねもっとちっちゃかったんですけど、本当に3ヶ月ぐらいでねちょっとずつね大きくなってきたかなっていう感じですね。これはね本当に育てやすいですね。皿が1枚あれば、なんだったら皿もなくてですねそのまま
机の上とか床に置いとけば育ちますよっていうぐらいのものなので、手軽にね取り入れられるグリーンだったりします。で意外とねこの葉っぱの伸びだったりとかこの広がりっていうのがね日に日に変わるんですよね。水のあげ方とかによっても変わるので、その表情とかもね、結構面白いかなと思って育てています。エアプランツですね、今まで僕育てたこと何回かあるんですけども、結構ね枯らしちゃうことが多かったんですよね。でなんでかなと思ってたんですけど、エアプランツ多肉植物と同じような感じで水をねそんなにあげなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、よくよくねちゃんと植物屋さんに聞いたら結構しっかりと水あげてもいいですよというかあげた方がいいですよって話をされて、本当に2日に1回とかもびしょびしょに濡らしてあげたりとか、あとは水を張ったね桶の中に入れてあげたりとかっていう感じで、結構ね頻繁に水をあげるようにしました。他の植物と同じぐらいねあげるようにしたら安定してね育つようになって、すくすくとね伸びてくるようになりました。であんまりね場所がないとか土をねいじるのが嫌とか虫がねちょっと嫌ですっていう方はエアプランツぐらいからね始めてみるっていうのもねいいかなと思います。結構水はねちゃんとあげてしまって大丈夫なので、霧吹きとかでね、しっかり水をかけてあげてください。あとねこれはちょっと余談なんですけど多分ね聞かれそうだなと思ったので紹介しておくと、こちらね、ドローアラインのムーブロッドっていうね、名前の鉄製の、これラックみたいなものを使っています。ドローアラインっていうね鉄の突っ張り棒シリーズがあるんですけれども、それのキャスターがついてるバージョンですね。ここに植物をね僕はこうやってね、置いて、でこれで育てていることが多いです。で、これいいところはですね棚を自由に、後から増やせるんですね。これパーツがね別売り用意されてるんですけれども、この棚をね、新しく増やしてどんどんね植物増やすこともできますし、やっぱり一番嬉しいのはねこれ動くんですよね、キャスターがついてるので。なので普段ですね作業する時とか家の中でね動画撮る時とかはこのね、奥の方にねこれ動かしてるんですけれども、今日は日を当てたいなとかもうちょっとね元気あげたいなっていう時はこれをグッとね窓際に動かして、で、日光をね浴びやすい状態にしてあげたりしてます。なので結構ねこの観葉植物の日当たり問題って結構あると思うんですよ。置きたい場所と日の当たる場所が違うっていうのがねあると思うので、それをね、両立してくれるアイテムっていうことでこちらのムーブロッドを今使っています。これねすごくね見た目もおしゃれですしおすすめですね。はい、というわけで今回は僕がね今ですね部屋の中で育てている植物についてお話をさせていただきました。多分ね7個ご紹介したと思うんですけれども、本当にねどれもね簡単なんですよね。育てやすいものが多いです。このねゴムの木フィカスだったりとか、ガジュマルだったりとか、あとツデーですね。最初に紹介したこの辺は本当にもう勝手に伸びていくので、水やりをね本当に2、3日に1回とか1週間に1回ぐらい欠かさずにねやってあげればちゃんとね伸びていくものなので、是非ね参考にしてみてください。本当にペット感覚というかやっぱり可愛いんですよね。毎日ね成長する姿が見れて、でそれがねインテリアにもなって、僕の場合動画のね背景とかにもなってっていう感じで、ちょっとねさすがに増やしすぎちゃったなっていう感じはあるんですけれども、1個2個ぐらいだったらね本当に始めやすいですしアクセントにもなるので是非参考にしてみてください。僕もね一旦これぐらいでね終わりにしておこうかなと思ってるんですけど、これがねちょっと難しいところで、いい植物があったらやっぱ持って帰りたいなって思っちゃうのと、あと鉢もね結構深いんですよね。鉢もいい鉢があったらとりあえず鉢だけ買っておこうとなって、で鉢を買ったらそれに合う植物を探すようになってっていう感じで、もうそれが結構終わりがなかったりするんですよね。なので、しばらくはちょっと増やさないでおこうかなと思ってるんですけど、もしね背景に植物が増えてたら買ったんだなっていうことでちょっとね許してください。はい、というわけで今日はこんな感じでね終わりにするんですけれども、もしこの動画が良かったらですね、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。皆さんもね、お家の中でこういう植物育ててますよとかね、これ気に入ってますとかぜひあればですね教えてください。もしかしたら僕がそれを、買うかもしれません。はい、というわけでまたね、次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。